おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつも楽しく見ております。さて、何回かリペアに出した時のことを思い出して書きたいと思います。1、十数年前にリペアを出したことがありました。フレットのすり合わせです。その後連絡があり、出来上がったのかと思って電話を取りました。そしたらリペアマンからブリッジのバネの調整中、スプリングハンガーのビスを締めすぎて中で折ってしまった。取れなかったのでその部分をくり抜いて新たな木で埋め塗装して補修しておきましたという連絡でした。実際受け取りに行くと確かに別の木で補修してありました。リペア担当の者はそこにはおらず、店員に渡されて帰りましたが、リペアに出したのに壊されて帰ってきて、なおかつ料金は通常料金でした。ブリッジハンガーを締めて調整するやり方でもあるのかと不思議に思いました。意外と店ごとのセットアップのやり方が存在するみたいですが、器具を使ったのか跡が残ったり、今回のようなことがありました。2、先日ある工房に初めてフレット交換を頼みました。ホームページに載っている料金を計算して、さらにギターを持って行って見積もりを出してもらいました。大体の値段が分かり OK を出しました。そして作業終了の連絡があり、一応値段を聞きました。見積もりより 4,5 千円ぐらい高く、ちょっとえらい差額だなと思ってしまいました。結構詰めて見積もりを出しましたが、余計な料金がかかる工房さんとあまり変わらない楽器修理店の違いって何でしょうか。神谷さんなりの意見をお聞かせくださいと、こういうご質問をいただきました。まずじゃあ1番からお答えしましょうか。ちょっとね、答えになるかどうかは分かりませんけれど、ミスをした時とかそういう話をね、今日はしていきたいと思います。すり合わせに出しました。ところがスプリングハンガーの締め付けたり緩めたりして微調整するんですけれど、要はすり合わせの作業とは関係なくて、最後の調整段階でそこをね調整したんだと思います。でその時にやってしまったってことですね。文面から判断すると、あそこのネジが折れるほどの力ってかなりの力でこうねじ込まない限りは折れることってまずないので、ただね、もともと錆がすごく浮いていてビス自体の強度が弱かったりっていうこともあるので、そういう場合はいくら注意しててもね、ほんのちょっと力を入れただけでポロっていく場合もあります。めったにないですけど、何かしらのミスをした時なんですけれど、ミスをした段階でお客さんには連絡して、こういう私のミスで傷なり何なりをつけてしまいましたと、可能な範囲で極力きれいに直しますのでっていうことで、当然無償でね直します。その他に例えばすり合わせをね行ったんであれば、今回のすり合わせの代金ね、その他の修理費用に関してはいただきませんのでっていう感じでやります。でお客さんによってはね、いやいや別にそういう傷とか私全然気にしないんで、すり合わせの代金とかね、そういう部分をちゃんと取ってくださいよっていうふうにおっしゃってくれる方もいらっしゃいます。お言葉に甘えてっていう形でいただくことはありました。でただありましたけれど、それも全額ではなくて、じゃあもう半額という形でいただいてもよろしいでしょうかっていう感じで恐縮ながらいただいたっていう経験はありますね。実際に料金を取る取らないに関しての私の考えはそういう感じですね。で私もね今でこそもうほとんどそういうあからさまなミスっていうのはないですけれど、まだまだ経験が浅かった時っていうのは取り返しのつかないような致命的な傷をつけてしまったこともあります。一つはね、ちょっとボディに傷があったんです。でそれを水研ぎをして、そこの部分だけバフかけりゃいいやと思ってピックアップをエスカションのビス全部取り外して、でこうやって持ち上げてマスキングテープかなんかで少し避けた状態でボディに貼っつけてね、ピックアップをそれでバフがけしたんです。バフがけってブワーって回るあれがほんのちょっとピックアップに触れちゃったんです。
したらピックアップがボーンっつってボディに思いっきり当たってめちゃめちゃ大きな打痕をつけたことがありました。それはもう本当うわやっちゃったって感じで、もうめちゃめちゃショックでしたけれど、もう平誤りでしたね。全塗装してくれっていうようなことにまではならなかったので、まあちょっとほっとしたというか、申し訳ないことをしたということで、本当にねその時はもう血の気が引きましたね。割とねその後も1週間ぐらいねうつ病になるかっていうぐらいね落ち込んでましたけど、もう当然菓子折り持って謝りに行きましたね。であともう一つはブリードラブの仕事をしていた時に、その頃ねタッグを組んで仕事をしていた人のご両親、もちろんすごい大先輩ですけれど、その仕事をしていた人のご両親のクラシックギターをね預かって修理をしたことがあったんですね。クラシックギターの弦って123弦ってこう釣り糸みたいなナイロン弦でこうツルツル滑るじゃないですか。であれをブリッジにこう止めている最中に割とこう締め付けないといけないんですよ。あそこにくくりつけた時に、そのくくりつけてる最中にこうつまんだこの手がスッて弦から滑って思いっきりねブリッジの後ろの部分、あそこにねガーンって爪をね跡つけちゃったんです。どうしようもないので菓子折り持ってご自宅の住所聞いて直接届けに行って、もう玄関先でもう申し訳ありませんでしたっつって平謝りでした。でその時はこんな程度の傷だったの？じゃあ全然気にしないから大丈夫だよみたいな声をねかけてくださって、こちらとしてもねすごくこうありがたかったというか気持ちがねスッとこう軽くなったんですけれど、そういうこともありましたね。一番良くないのは自分がミスをしたにもかかわらずそれを認めずにごまかすとかね、そういうのは良くないですよね。どんな世界もそうでしょうけど、でちゃんとその事実を認めて深く反省して相手に対して真摯な気持ちで謝罪をすると、ちゃんと自分が犯した過ちっていうのは誠意を持ってね相手に対して謝罪をしなければいけない。もう何事もそうですよね。で次にこのねビスを折るっていうミスというか折ってしまうケースっていうのは予測不可能だったりならざるを得ないなるべくして折れたっていう風なこともよくあります。でそれはどういうことかというと、特にねエスカッションのネジとかストラップピンのネジとかが多いです。その大半は錆が原因です。特にエスカッションとかのね止まってるネジっていうのは手の汗とかでサビサビでもうガビガビの状態のとかってよく見かけるんですよ。ピックアップ交換してくださいって言ってこう預かるじゃないですか。でそういう場合に普段の感覚でグッて回しちゃいけないです。もう回した瞬間にボロって言ってネジの頭が折れちゃうんです。錆で。ネジ穴から上の部分で折れればペンチかなんかでこう掴んでこう徐々にこう回して取れるんですけれど、もしその折れた部分が中でこう埋まってる形になっちゃうともうこれはどうすることもできなくて、これがネジ穴だとしますよね。ネジがこう埋まってるとどうやって取るかっていうと、周囲に片側にこうやって穴をこうズボズボズボってドリルで穴を開けて徐々にねこの中に埋まったネジをこうほじくり出していくみたいな、そういう形でしか取れません。この埋まったネジを千枚通しとか先の尖ったドライバーとかで上からグッグッグッってこうやってやってこう倒す感じで、ある程度こう中でネジが動いてるなっていうのが分かったら、今度は先の尖った細いペンチとかそういうものを上からこうやって差し込んでいってどうにかこう掴み取って、それでこうねなんとかほじくり出すみたいな、そういう方法しかないんですよね。本当にねこれはねいくら気をつけててもこう最初のクッ
っていう感じのこう緩まる瞬間あるじゃないですか。その緩まる瞬間ぐらいの弱い力ででもポキッと折れちゃうことってあるんですよ、実際に。もう大抵今ではもう見た感じで、あ、これちょっと危ないなっていうふうに感じたら、お客さんにこうね、お見積もりを出す時とか、そういう時に、ここもしかしたら緩めた瞬間に中でネジ折れちゃうかもしれませんよ、錆びてるんでっていうふうに言うんですよね。なので、あんまりそんなクレームになったりとかそういうことはないんですけれど、仮にね、事前に伝えておかなくて折れてしまったとかっていう風になった時は、私はですね、その部分は料金いただいてます。避けようがないことなので、もうお客さんにもう作業上こういう風で、もう簡単にね、ポロってこう錆びで折れてしまったんで、この料金はいただきますよっていう風にはっきり言います。賛否両論あるのかな。いや、お前がやったんだから当然こっち側のミスだろうっていうふうに言う、そういう考え方のもいらっしゃると思うんですけれど、例えて言うならね、友達と2人でドライブに行きました。車は友達の車です。途中ちょっと疲れたんで運転交代しました。私がこう運転していました。だから何の前触れもなく突然車パンクしちゃいました。お前が運転しててタイヤがパンクしたんだからお前が弁償しろよって言われてるようなもんだと思いません？違うかな明らかにもうきつくて、もうこれ以上回したらもう絶対これネジの方が折れるなみたいな、そういう感覚って大体何回か経験してれば分かるんですよ、力の加減って。締めすぎちゃってそれで自分で折ってしまったんであれば自分のミスですけれど、そうじゃなくても軽い力でこう緩めようと思っただけでもポキッと折れるケースってあるんです、本当に。で、これはエスカッションの部分でお話ししましたけれど、ネックジョイントのスクリューあるじゃないですか。あそこも結構ガビガビに錆びてることってよくあるんですね。錆びてるプラス硬い時もあるんですよ。緩まないっていう方です。そういう時はこれ以上やったら危ないなとかって分かるんで、ネジが中で折れちゃう危険性ありますけど、それでもやりますかって一応了承をもらってから作業しますね。そういうケースと、割とこう表面見た目大丈夫だけれど中の部分でもサビサビでグッとこう最初の一回しっていうぐらいの力をかけた時にいとも簡単にポキッていっちゃう場合もあるんですね。なるべくしてなってしまったことなので、お客さんにそれを説明して、でここを修理しますか、で修理するんであれば、いくらかかりますよっていうふうにちゃんと代金はいただいてます。これ難しいですね。でもね、面白い質問だなと思って取り上げたんですけれど、いかに経験豊富な人であろうとこのネジの部分が折れてしまうっていうのは予測不可能な時があります。で、そうなった場合にはプラスアルファの修理代金を請求しますね。はい、そんな感じですね。はい。で、それでは次、2番目の質問ですね。とある工房に初めてフレット交換を頼みました。見積もりを出してもらったんだけれど、最終的に、請求された金額が見積もりより4、5千円ぐらい高くなりましたっていうことなんですけれど、この修理の仕事って最初の見積もり段階で全然わからなかったね、不具合っていうのが、いざこう作業を進めていくとみたいなことってよくあるんですよ。これはもう非常によくあることです。経験が浅かった頃はこことここやればいいんだ、じゃあこのぐらいだなっていう感じで、はいこのぐらいのお見積もりになりますっていうふうに提示してたんですけれど、これちょっと見過ごせないなっていうようなことってよくあるんですよね。例えばね、ピックアップ交換とか導電塗料が塗ってあるじゃないですか。導電塗料塗ってあるんですけれど、それがアースに落ちてなかったりとかね、やってみないとわからないことっていうのが多々あるので、お見積もりの段階では
例えば1万円から1万5,000円ぐらいになります。要は5,000円っていう部分はもしかして何かあった時の安全マージンですよねっていう部分を含めて言う場合が多いです。あとはざっくりこのぐらいの概算なんですけれど、お見積もりなんですけれど、ちょっと古いギターなんでね、なんか不具合があったりすると前後しますよとかってそういう言い方をしてます。フレット交換の作業の中には指板修正って言って指板面を削って、直線性とそれから、指板の R ですね、あれを整える作業っていうのは必ず必要なんですよ。これはもう必ず必要です。もう口を酸っぱくして言ってますけど、その部分をねさささって仕上げるようなそういう人も中にはいるんですけれど、その話は置いといて、でその指板を削る段階でポジションマークの、ポジションマークって指板面から、1ミリとか埋まってるじゃないですか。ただその埋まってる部分が割ともうギリギリな時ってあるんですよ。四角いポジションとかで端っこの部分が 0.23 ミリとかね、ほぼ消えかけ寸前のとかってよくあるんですよ。でそういう場合に指板修正をしていくとそこの部分っていうのは削れてってなくなっちゃうんですね。消えちゃうんですね、ポジションマークが一部分。指板修正は途中でやめられないですから、消えたからって言ってじゃあそこまでですっていうふうにはできない作業なんですね。だから指板修正が完全に終わった後に結果としてこうなりましたけれどポジションマークどうしますかっていうふうに聞くことはあります。状態も良くて、でポジションマークこれ結構深く埋まってそうだなっていうあくまで感覚経験のあれなんですけれど、そういう場合は事前にねポジションマークが消える危険性がありますとかってね、そういう話はしないんですけれど、特に古いギターとかで、いやこれちょっとやばそうだなっていう時はもう必ず、フレット交換するのはいいんですけれど、もし仮にポジションマークが消えてしまった場合には、1箇所につきいくらかかりますよとかね、そういうお話もちゃんとしてます。もししてなかった人がいたらごめんなさい。でそんなこともあるので、この修理っていう作業は予測不可能な、やってみなければわからない不具合とかっていうのが出てくることが多々あります。で、そういう場合にはまずそこで私の場合はねこういう開けてみたらこんなことがありましたっていうことをお客様に説明をして、で、それに対して処置をするとなると、例えば5,000円アップしますよとか、そういうふうな了承を得てから作業をその先に進めますね。ここでちょっと追記事項なんですけれど、基本的なスタンスとしてはお客様にまず了解を得てから着手するっていうのが基本的なスタンスなんですけれど、そういう不具合が見つかって、そこをどうにかしない限りはその先へ進めないとかね、そもそもの、依頼されてる内容、修理の内容を実行できないというような場合には事後承諾してもらってることもあります。でそのね不具合を直したがために例えば1万円2万円とかね、そのぐらいの金額でポーンと修理費用がかかってしまうようなことなんであれば了承を得るまでは着手はしませんけれど、例えばそれが私の感覚で言ったら2、3,000円とかそのぐらいアップするんであれば、そのぐらいの内容なんであればね、お客さんの了承を得ずして修理してしまうことはあります。で後からお客様に説明をして事後承諾していただくっていうことも実際にありましたね。今回の詳細は分かりませんけれど5万円でした話だったのが5万5千円ですっていうふうに言われたら、それはお客さん側からしてみればねなんでっていうふうなこともあると思うんですよ。でその段階でちゃんとその作業をした人がこういう理由で5,000円アップせざるを得ませんでしたっていうふうにちゃんと説明すればユーザー側としては納得がいくことなのかなとは思うんですけれど、
もしそういう説明も何もなくてさらっとね見積もりより高い金額で請求されたとしたんであれば、それはちょっとお店さん側というか工房さん側の姿勢の問題でもあるのかなっていう気はします。はい。はい。そんな話でした。はい。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。